のささやきの朗読や私は夢を見ていました。昔から私は夢を見ているときに、たまに自分は今夢を見ているんだと自覚することがありました。この時もそうです。なぜか私は薄暗い無人駅に一人でいました。ずいぶん陰気臭い夢だなぁと思ってました。すると急に駅に正気のない男の人の声でアナウンスが流れました。まもなく電車が来ます。その電車に乗るとあなたは怖い目に遭いますよ。と意味不明なものでした。まもなくして駅に電車が入ってきました。ですが、それは電車というより、よく遊園地などにあるお猿さん電車のようなもので、数人の顔色の悪い男女が一列に座ってました。私はどうも変な夢だなぁと思いつつも、自分の夢がどれだけ自分自身に恐怖心を与えられるか試したくなり、その電車に乗ることに決めました。本当に怖くて、耐えられなければ目を覚ませばいいと、そう思ったからです。私は自分が夢を見ていると自覚している時に限って、自由に夢から覚めることができました。私は電車の後ろから3番目の席に座りました。あたりには生暖かい空気が流れていて、本当に夢なのかと疑うぐらいリアルな臨場感がありました。出発します。とアナウンスが流れ、電車は動き始めました。これから何が起こるのだろうと、私は不安と期待でドキドキしていました。電車はホームを出るとすぐにトンネルに入りました。紫色っぽい明かりがトンネルの中を怪しく照らしていました。私は思いました。このトンネルの景色は子供の頃に遊園地で乗ったスリラーカーの景色だ。この電車だってお猿さん電車だし、結局過去の私の記憶にある映像を持ってきているだけでちっとも怖くなんかないな。と、その時、またアナウンスが流れました。次は、池作りです。池作り？魚の？と考えていると、急に後ろからけたたましい悲鳴が聞こえてきました。振り向くと、電車の一番後ろに座っていた男の人の周りに、4人のボロ切れのようなものをまとった小人が群がっていました。よく見ると、男は刃物で体を裂かれ、本当に魚の池作りのようになっていました。強烈な臭気が辺りを包み、耳が痛くなるほどの大声で、男は悲鳴を上げ続けました。男の体からは次々と内臓が取り出され、血まみれの臓器が散らばっています。私のすぐ後ろには髪の長い顔色の悪い女性が座っていましたが、彼女はすぐ後ろで大騒ぎしているのに黙って前を向いたまま気にも留めていない様子でした。私はさすがに想像を超える展開に驚き、本当にこれは夢なのかと思い始め、
恐ろしくなり、もう少し様子を見てから目を覚まそうと思いました。気がつくと、一番後ろの席の男はいなくなっていました。しかし赤黒い血と肉の塊のようなものは残っていました。後ろの女性は相変わらず無表情に一点を見つめていました。すると、次はえぐり出しですとアナウンスが流れました。すると今度は二人の小人が現れ、ギザギザスプーンのようなもので後ろの女性の目をえぐり出し始めました。さっきまで無表情だった彼女の顔は痛みのためものすごい形相に変わり、私のすぐ後ろで鼓膜が破れるぐらい大きな声で悲鳴を上げました。目から眼球が飛び出しています。血と汗の匂いがたまりません。私は恐ろしくなり、震えながら前を向き、体をかがめていました。心が潮時だと思いました。これ以上付き合いきれません。しかも順番から行くと次は3番目に座っている私の番です。私は夢から覚めようとしましたが、自分には一体どんなアナウンスが流れるのだろうと思い、それを確認してからその場から逃げることにしました。すると、次はひき肉ですとアナウンスが流れました。最悪です。どうなるか容易に想像ができました。神経を集中させ、私は夢から覚めようとしました。夢を覚めろ、覚めろ、覚めろ。いつもはこう強く念じることで成功します。急にウィーンという機械の音が聞こえてきました。今度は小人が私の膝に乗り、変な機械みたいなものを近づけてきました。多分私をミンチにする道具だと思うと怖くなり、夢を覚めろ、覚めろ、覚めてと目を固くつぶり、一生懸命に念じました。ウィーンという音がだんだんと大きくなってきて、顔に風圧を感じ、もうダメだと思った瞬間に静かになりました。なんとか悪夢から抜け出すことができました。全身汗でびしょびしょになっていて、目からは涙が流れていました。私は寝床から台所に行き、水を大量に飲んだところでやっと落ち着きました。恐ろしくリアルだったけど、所詮は夢だったのだからと自分に言い聞かせました。次の日、学校で会う友達全員にこの夢の話をしました。でもみんなは面白がるだけでした。所詮は私の夢だからです。それから4年間があっという間に過ぎました。大学生になった私はすっかりこの出来事を忘れ、バイトなんぞに勤しんでいました。そしてある晩、急に始まったのです。次はえぐり出しです。あの場面からでした。私は、これはあの夢だとすぐに思い出しました。すると前回と全く同じで、二人の小人があの女性の眼球をえぐり出しています。私はやばいと思い、夢を覚めろ、覚めろ
覚めて。とすぐに念じ始めました。ですが、今回はなかなか目が覚めません。夢を覚めろ。覚めろ覚めろ。すると、次は、ひき肉です。いよいよやばくなってきました。ウィーンと近づいてきます。夢を覚めろ。覚めろ覚めろ。覚めてくれ。すると、ふっと静かになりました。どうやら、なんとか逃げられたと思い、目を開けようとしたとき、また、逃げるんですか？次に来たときは、最後ですよ。と、あのアナウンスの声が、はっきりと聞こえました。目を開けると、やはりもう夢からは、完全に覚めており、自分の部屋にいました。最後に聞いたアナウンスは、絶対に夢ではありません。現実の世界で、確かに聞きました。私が、一体何をしたというのでしょうか。それから現在まで、まだあの夢は見ていませんが、次に見た時にはきっと、心臓麻痺か何かで死ぬと覚悟しています。こっちの世界では心臓麻痺でも、あっちの世界ではひき肉です。これは私が中学生の時の話です。部活を終えた私は、仲のいい友人と2人で下校していました。仮に私の名前を A、友人を B と呼ばせていただきます。私たちの地元には長くて急な坂がありまして、降り切ったところで道が二手に分かれます。B とはそこで帰路が分かれるので、少し立ち話をしてから帰るのが日課でした。その場所は交通事故でもあったらしく、道路脇へ常に花が備えられていました。どのくらい話していたでしょうか。すっかり夢中になって、あたりは夕焼けよりも薄暗さが強くなってきています。そろそろ帰ろうかと思い、B へ、じゃあ、またね、と言い出そうとした時でした。B が視線を私の背後に合わせたまま固まっていました。え？何？私が振り返っても何もいません。ねえ、どうしたの？私の声に B ははっと我に返り答えました。ねえ、これから神社に行かない？ちょっとお参りしていこうよ。あたりはもう暗くなろうとしている矢先に神社でお参り。あまりの突然の申し出に全く気乗りしませんでした。え？なんで今？行かないよ。いいじゃんいいじゃん。今から行こうよ。ね。強引に腕を引っ張られながら、私と B は神社へと向かいました。地元にはそこそこ大きな神社があり、お祭りも定期的に開かれるため、馴染みがあります。参拝して、せっかくだからお守りも買おうよ、という B の勧めで、不要な買い物をしました。私は人生で初めて
自分のお守りを買いました。神社から出る際に B は私へ言ってきました。私たちはこれからあの坂道を通るのは禁止にしよう。お願い。約束して。え？なんで？何かあったの？すると B は、さっきの坂道の分かれ道で A の後ろに突然男の子が現れて、そして B はガタガタと震え出しました。え？ちょっと大丈夫？普通ではない様子だったんで、私は B に付き添って家まで送りました。B の母親も心配していましたが、正直私には何が何だかさっぱりわかりません。夕食の時、私は母親へ坂道下の分かれ道について尋ねてみました。坂道の下に花？置いてあったっけ？お母さんわからないわ。お父さんなら何か知っているかもね。ずっとここに住んでいるから。父はいつも仕事で不在。顔を見るのも週に1回くらいなので、しばらくは聞けそうにありませんでした。B の方からは、男の子の幽霊を見たというだけで、それ以上の話は聞けませんでした。B は相当なショックを受けたようで、絶対にあそこへ近づかないで。お守りもちゃんと持ってて。と、私へ念を押してきました。私としては、話半分で適当に相槌を打ってやり過ごすしかありません。坂道を通らない生活をしてしばらく経ちました。仲良しの B と約束したので律儀に守っていましたが、あそこを通らないと学校が少し遠回りになるので、私的には億劫でなりませんでした。そんな時、私は学校へ大事な忘れ物をしてしまいました。時間は夕方。急いで行けば、まだ日が沈む前には帰ってこれそうでした。私はあの坂道を通ることにしました。周囲に誰もいない久しぶりの坂道は、思い込みだとは思うのですが、不気味な雰囲気がありました。それでも進まないわけにはいきませんので、私は坂道を登り始めました。途中、なんとなく後ろを振り返ってみました。坂下の分かれ道。花が置いてあるところに、なんと男の子が立っていました。男の子は道路へ立ちすくみ、足元にある花を見ているようでした。すると次の瞬間、男の子はそのまま後ろ向きに歩き出し、こちらへと向かってくるではありませんか。ぎょっとした私は前へ向き直り、走り出しました。ですが、坂道を走ってもなかなか進まず、すぐに息も切れました。また振り返ってみると、男の子が先ほど私が目を離したと思われる瞬間のポーズで静止しているんです。歩いている途中で、まるでビデオを一時停止したかのような、そんな状態なんです。え？と思って私が見ていると、男の子はまた歩き出し、
こちらへ向かってきました。男の子は後ろ向きで歩いていたのではありませんでした。首だけが体の真後ろを向いていたんです。その姿に気づいた私は、体中の毛穴が開くような感覚に襲われました。そして脳裏に友人が見たという男の子の話が浮かびました。早く学校へ寄って帰らなければ。必死に坂道を登りきり、恐る恐る振り返ってみると、また歩く途中で一時停止していた男の子が動き出しました。そこからはあまり記憶がないのですが、私は学校の忘れ物を抱えて坂道を通らないルートで無我夢中で帰りました。夜、父と久しぶりに顔を合わせたので、坂道について聞いてみました。ああ、あれな。俺が子供の時、俺の母親、A のおばちゃんだな。おばちゃんたちの間で、急に花が置かれるようになったって、噂が流れたんだ。別に事故とか、誰が死んだとかはないんだよ。でも、誰かは知らないんだけど、花を供えるんだよな。気持ち悪いよな。次の日、B に私の恐怖体験を話しました。すると B は、ごめん、お守り見せて。というので、カバンから取り出すと、なぜかお守りが茶色く変色していました。多分、男の子を見ちゃったからだと思う。そう言って B も、カバンからお守りを取り出すと、同じく色が変わっていました。中を見てみると、入っていたものが黒くなっていました。私たちはその後、何事もなく生活していますが、あの坂道周辺には絶対に近づかないように心がけています。ビートは、また男の子を見て、もし追いつかれてしまったら、きっと私たちは終わりだね。なんて話をしていますが、ちなみに母親に確認してもらったのですが、分かれ道に花はもう置かれなくなっているそうです。私は人形が好きなのですが、その人形で一度だけ怖い思いをしたことがあります。これはその時のお話です。幼少の頃から私は一人で過ごす時間がほとんどでした。母は私が物心ついた時にはすでにシングルマザー、看護師で不定期な勤務をしていましたので、すれ違いの生活でした。たまに隣町からおばあちゃんが来てくれましたが、足が悪いので月1回くらいしか顔を合わせませんでした。さらに私自身が内気で人見知りな性格でしたから、友達もゼロ。遊び相手といえば所有をしている人形たちしかいませんでした。それでも寂しいと感じることはさほどありませんでした。それほどに私は人形との遊びに没頭し、熱中していたんだなぁと今では思います。人形との遊びは主にままごとでした。
様々なタイプの人形がいましたが、それぞれにちゃんと役割があります。家や学校等も準備し、動かすのはすべて私でも、そこに描かれる人間模様は自画自賛ですが、飽きないものでした。自分だけの世界が確かに存在していて、私はそれに酔いしれていました。ある日のことです。朝起きると、母はまだ寝ていましたが、作り置きの食事がテーブルへ置いてありました。温め直してテレビを見ながら食べ終えると、通学の時間になりました。一応、出かける前に母へ声をかけますが、母は起きたり起きなかったりです。いつもの通学路を歩いていると、ゴミ捨て場にいつもより多くのものが置いてありました。粗大ゴミの回収日でした。その中に人形の首だけが転がっているのが見えました。体は完全に壊れてしまっているのかありませんでした。人形の頭は5センチくらいの大きさでしょうか。目が合った瞬間、気になりましたが、これから学校なので持っていくわけにはいきませんでした。学校が終わって帰り道、まだその粗大ゴミが置いてありました。人形の首もそのままあって、それを見た私は迷わず拾って持ち帰り、我が家の一員に加えました。人形の額には少し傷がありましたが、そんなものは気にするどころか、その子オリジナルの特徴で良いものでした。首しかありませんので、そのままの姿で遊んでいましたが、突然仲間が増えたことで、転校生が来たかのような興奮で、ままごともいつも以上に熱が入りました。途中、トイレへ行って戻ると、どこから入ったのか、部屋に見知らぬ女の子がいて、私は固まりました。私も一緒に遊んでいい？私と同じくらいの年齢でしょうか。長い髪をしていて、見たこともない人でした。本来ならばありえない状況なのでしょうが、その頃の私たちの地域ではそれが当たり前。おばあちゃんも勝手に家へ入っていましたし、近所の方もよく出入りをしていました。私もたまによそのうちでご飯を食べたりと、まあそういう時代だったんだなぁと思ってます。断ることもできませんから、仕方なく私はその子と人形遊びをしました。ところが、これが思った以上に楽しくて、気がついた時には外も暗くなっていました。お腹すいたね。何か食べる？私がそう聞くと、女の子はうなずきました。そこで私は台所へ向かい、冷蔵庫から適当に食料を持ってくると、女の子はいなくなっていました。あれと思いましたが、まあ勝手に入ったくらいだから勝手に帰ったのかと思い、あまり気にしていませんでした。それよりも楽しくて興奮した私は夜もなかなか寝つけないくらいでした。それからというもの、その子はちょくちょく家に来て一緒に遊ぶようになりました。女の子は
ミカという名前だそうで、どこに住んでいるのかは言わず、突然現れては消えるのですが、そんなことが気にならないくらい遊ぶのが楽しかった記憶が強くありました。なんだか最近明るくなったわね。母やおばあちゃんからは、ミカと遊ぶようになってからは、よくそう言われるようになりました。私自身、友達ができたことで自信がついたのかもしれません。この頃から自然と友達も増えてくるようになっていきました。ミカと遊ぶことが日課になりつつある頃、お腹すいたねーと私がミカにそう言うと、ミカは、じゃあ、これ食べると言って大福を2個出しました。2個あるから2人で食べよう。ありがとう。空腹に甘いものは嬉しくて、私はあっという間に食べ終えてしまいました。その様子をニコニコしながら見ていたミカは、全然自分のを食べようとはしませんでした。おいしかった？私のも食べていいよ。え？いいの？いいよ。私、お腹空いていないから。悪いなぁと思いつつも、私は好意に甘えて、いただくことにしました。ですが、パクッと口に入れた瞬間、異変に気づきました。大福なのに、甘いどころか、苦かったんです。反射的に吐き出そうとすると、ミカがパッと動いて、私の口を手で塞ぎました。友達なら食べてくれるよね。払いのけようとしても、ミカの力は恐ろしく強くて、びくともしませんでした。大福とこみ上げてきた嘔吐物で、ついに息もできなくなってしまいました。ミカはそんな私を見ながらニヤニヤし、私は気が遠のいていくのを感じました。気がつくと、私は病院のベッドに寝ていました。もう、何やってるのよ。そう言って、ベッドの隣に座っていた母が私を抱きしめました。私には何が起きたかさっぱりわかりませんでした。聞いた話によると、母が帰宅すると私が部屋で倒れていたそうです。唇と顔の色から瞬時に窒息だと判断した母は、その場で応急処置。口に入ったものを吐き出させ、呼吸を確保した後、救急車を呼んだのだとか。医者からは、もう数分遅かったら、取り返しのつかない事態になっていたと、注意をされました。もう、バカなことはしないで。と怒られましたが、私にはいまいち理解ができませんでした。あんた、人形の首が喉に詰まって窒息していたんだからね。私はミカにもらった大福を食べて窒息したのではないのでしょうか。一体何が起こったのでしょうか。母と家に帰ると、私の喉に詰まっていたというあの日拾った首だけの人形が家中どこを探しても見つかりませんでした。すると母は言いました。あの人形、見たことあるんだよね。
え？額にも傷があったし、もしかすると、あれ、お母さんが子供の頃に遊んでいた人形とそっくりでさ、あんたが最近仲良くして遊んでいた子、なんていう名前だったっけ？ミカ。ミカか。お母さんがその人形につけていた名前もミカなんだよね。え？どういうこと？私の喉に詰まった人形の首が一体何だったのか、結果的にはわからずじまいです。前の持ち主が降りない。格安で見つけた中古車は、年式の割に外装も内装も悪くなかった。走行距離も短く、整備記録も残っている。それはまるで掘り出し物だった。ただ、助手席のシートにだけ妙な沈みがあった。何度クリーニングしても形が戻らない。まるで誰かがずっとそこに座り続けていたように、深く沈んだままだったんだ。気にはなったが、値段の安さに惹かれて購入を決めた。乗り出してみると、エンジンは滑らかに動き、走り心地も悪くない。むしろ当たり車と思えるほどだった。だが夜になると、ふとした瞬間に視界の端に人影が映る。ミラーにちらつくのは自分の知らない誰かの肩の線。ハンドルを握り直しても助手席には誰もいないはずだった。それでもシートの沈みは確かにそこに誰かがいると語っていた。夜のドライブ、街灯の少ない道を走っていると、助手席のシートベルトが突然カチッと音を立てて閉まった。思わず隣を見た。だがそこには誰もいない。それでもベルトは確かに引き伸ばされて、誰かの体を抱きしめるように固定されていた。空調を切っても風の流れるような気配が首筋を撫でる。視界の端で助手席の窓に映る影が揺れた。ハンドルを握る手にじわりと汗がにじむ。信号待ちで停車した時、ルームミラーに目をやると、後部座席の闇の中に誰かの頭が傾いているように見えた。慌てて振り返ると、そこには何もない。だが次の瞬間、助手席のヘッドレストがわずかに沈んだ。確かに何かがそこに寄りかかっている。呼吸のような重みが車内の空気を押しつぶしていく。耳元でかすれた声がささやいた。まだ降りてない。俺は不安に駆られ、翌日整備工場に車を持ち込んだ。整備士は車を一目見るなり眉を潜めた。この車、また戻ってきたんですか。俺はどういう意味かと問い詰めると、彼はしぶしぶ口を開いた。この車はもともと地方にある男性が所有していたものだ。数年前に事故を起こしたという。ガードレールに突っ込んだにもかかわらず、車内に持ち主の姿はなかった。
行方は今もわからないままだという。それ以来、所有者が変わるたびに妙なことが起き、皆短期間で手放してきたらしい。だが、なぜか市場には何度も戻り、また誰かの手に渡っていくそうなんだ。俺は工場を後にした後、車内を徹底的に調べた。トランクの奥、剥がれかけた内張りの裏側に、なんと黒ずんだ文字が浮かんでいたんだ。まだ降りていないと浮かんでいた。指先にじっとりとした湿り気がまとわりついた。インクの跡ではない。まるで今書かれたばかりのような生温かさだった。心臓が高鳴る。その瞬間、助手席のシートベルトが勝手に巻き戻り、カチッと再びロックされた。暗い車内に見えない誰かが腰を下ろした音が響いた。その夜、車に乗り込むといつもと違う匂いが漂っていた。湿った土と鉄が混じったような鼻をつく臭気。エンジンをかけると同時に助手席のドアが勝手に開いた。何もいないはずの闇の空間に確かに誰かが滑り込む気配があった。シートが重く沈み、ベルトが自然と閉まった。慌てて降りようとした瞬間、ドアロックが自動で降りた。内側から何度レバーを引いても開かなかった。アクセルもブレーキも踏んでいないのに、車は勝手に前へと動き出す。ルームミラーに映った助手席には知らない顔があった。肌は青白く、濡れた髪が額に張り付いている。黒ずんだ唇がゆっくりと動いた。降りない。絶対に降りない。と、耳の奥で何度も反響する。車は暗い道をひたすら走り続け、街灯も信号ももう一切見えない。外の景色は完全な闇に沈んで、ただ車内だけが異様に鮮明だった。隣に座る者の存在感が体温のように押し寄せる。やがてハンドルの手が効かなくなり、視界は黒一色に染まった。最後に聞こえたのはシートの奥でささやく声だった。お前も降ろさない。5年前、私が中学生だった頃、一人の友達を亡くしました。表向きの原因は精神病でしたが、実際はとある奴らに憑依されたからです。私にとっては忘れてしまいたい記憶の一つですが、先日古い友人と話す機会があり、あの時のことをまざまざと思い出してしまいました。アキラ、タケル、ミズキ、レン、そして私、皆家業を継ぐことになっていて、高校受験を横目に暇を持て余していました。学校も私たちがサボったりするのは受験組の
邪魔にならなくていいと考えていたので、体育祭後は朝学校に出てきてさえすれば、あとは抜け出してもめったに怒られることはありませんでした。ある日、友人のアキラとタケルが近所の屋敷の話を聞いてきました。改築したばかりの家の持ち主が首を吊って自殺して一家は離散。そこが空き家になってるって言うんです。サボった後のたまり場の確保に苦労していた私たちは、そこなら酒やタバコが思う存分できると考え、翌日すぐに昼から学校を抜けてそこに行きました。外から様子のわからないような立派なお屋敷で、こんなところに入っていいのか少しビビりましたが、アキラとタケルが大丈夫を連発しながらどんどん中に入っていきます。すでに調べをつけていたのか、勝手口が開いていました。書斎のようなところに入り、窓から顔を出さないようにして、こそこそと酒盛りを始めました。でも、大声が出せないので、すぐに飽きてきて、5人で家探しを始めました。すぐに水木が、あれ、なんだと、今いる部屋の壁の上の方に気がつきました。壁の上部に学校の音楽室や体育館の放送室のような感じの小さな窓が2つついているのです。よく見ると壁のこちら側にはドアがあって、ドアはこちら側からは本棚で塞がれていました。肩車すると左上の方の窓は手で開きました。今思うと、その窓から若干悪臭が漂っていることに、その時疑問を持つべきでした。それでも、その時のこっそり酒を飲みたいという願望には勝てず、無理やり窓から部屋に入りました。部屋はカビとホコリの匂いが漂っています。雨漏りしているのか、じめっとしていました。部屋は音楽室と言えるようなものではありませんでしたが、壁に手作りで防音材のようなものが貼ってあり、その上から壁紙が貼ってあることは分かりました。壁紙は湿気でカピカピになっていました。部屋の中は取り立てて調度品もなく質素な作りでしたが、小さな机が隅に置かれており、その上に真っ黒に塗りつぶされた写真が大きな枠の写真入れに入ってました。なんやこれ、気持ち悪いと言って友人のアキラが写真入れを手に取って持ち上げた瞬間、額裏から一枚の紙が落ち、その中から束になった髪の毛がバサバサと出てきました。紙はお札でした。みんなやばっと思って声も出ませんでした。顔面蒼白のアキラを見て、タケルが急いで出ようと言い、逃げるようにタケルが窓によじ登った。その時、そっちの壁紙全部がふわっと剥がれました。写真の裏から出てきたのと同じお札が壁一面に貼ってありました。酒に弱い水木はその場でうっと吐きそうになりました。よじ登るタケルの尻を私とレンで
ぐいぐい押し上げました。何が何だかわけがわかりませんでした。後ろでは誰かがいーと声を出しています。きっとアキラです。たたられたのかもしれない。私たちは恐ろしくて振り返ることもできませんでした。無我夢中でよじ登って反対側の部屋に飛び降りました。レンも出てきて部屋側からとろい水木を引っ張り出そうとすると、痛い、痛いよ、と水木が叫びます。引っ張んなよ足、と部屋の向こうではアキラらしき声がワンワン変な音でわめいています。水木はよほどすごい勢いでもがいているのか、水木の足がこっちの壁を蹴る音がズンズンしました。たける、神主さん連れてこい。後ろ向きにレンが叫びました。なんか、アキラについとる。裏に行って神社の神主さんを連れてきてくれ。たけるが縁側から裸足でダッシュしていき、私たちは窓から水木を引き抜きました。足大丈夫か？痛いか？痛くはないけど何かに噛まれた。見ると水木の靴下のかかとの部分は丸ごと何かに食いつかれたように丸く歯型がついて唾液で濡れていました。相変わらず中からはアキラの声がしますが、怖くて私たちは窓から中を見ることができませんでした。あいつ、俺をたたらんかな。たたるって何言ってんだよ。アキラはまだ生きてるんだぞ。出てくるとき、めちゃくちゃ蹴ってきた。縁側からトレーナー姿の神主さんが真っ青な顔して入ってきました。お前ら何をしよるんか、このバカ者が。一緒に入ってきたタケルはもう涙と鼻水でぐしょぐしょの顔になっていました。からお前らは帰れ。こっちから出て神社の裏から社務所に入ってよりえさんに見てもらえ。あとおい。といきなり私を捕まえ、後ろ手にひねり上げられました。後ろで何かザキッという音がしました。その後、よし、行け、とそのままドンと背中を押されて、私たちはわけのわからないまま走りました。それから裏の山に上がって神社の社務所に行くと、中年の小さいおばさんが白い服を着て待っていました。めちゃくちゃ怒られたような気もしますが、それからあとは逃げた安堵感でよく覚えていませんでした。それからアキラが学校に来なくなりました。私のうちの親が神社から呼ばれたことも何回かありましたが、詳しい話は何もしてくれませんでした。ただ、山の裏には絶対に行くな、とは言われました。私たちもあんな恐ろしい目にあったので、山なんて行くはずもなく、学校の中でも小さくなって過ごしていました。期末試験が終わった日、生活指導の先生から呼ばれました。今までの積み重ねをまとめて、大目玉かな。
殴られるな、これは。と覚悟して進路室に行くと、私の他にもタケルとレンがいました。神主さんも来ていました。生活指導の先生なんていませんでした。私が入ってくるなり、神主さんが言いました。あのな、心して聞いてくれ。水木が亡くなったんだよ。信じられませんでした。水木が昨日学校に来ていなかったことも、その時知りました。学校をサボって、こっちにいるアキラの様子を見に来たんだよ。病院の見舞いじゃないから、危ないってわかりそうなもんなんだけどね。裏の格子から座敷を覗いた瞬間に、ものすごい声を出して、いきなり倒れたんだよ。私が駆けつけた時には、白目を向いて虫の息だった。水木が亡くなったのに、そんな言い方はないだろうと思って、ちょっと口答えしそうになりましたが、神主さんは真剣な目で私たちの方を見ていました。いいか、アキラはもうおらんと思え。水木のことも絶対に今から忘れろ。あれは目が見えない。自分のことを知らん奴のところには月には来ない。あれのことを覚えとる奴がおったら、何年かかってもあれはそいつのところに来る。来たら取りつかれて死ぬことになる。それと後ろ髪は絶対に伸ばすなよ。もしあれに会って逃げたとき、あれは最初に髪を引っ張るからな。それだけ聞かされると、私たちは重い気持ちで進路室を出ました。あの時、神主さんは私の伸ばしていた後ろの髪をハサミで切ったのです。何かのまじない程度に思っていましたが、まじないどころではありませんでした。私は帰るその足で床屋に行き、丸坊主にしてもらいました。卒業して家業を継ぐっていう話は、その時から諦めなければいけませんでした。その後、私たちはバラバラの剣で進路につき、絶対に顔を合わせないようにしようと約束し、もし会っても他人のふりをすることにしなければなりませんでした。私は1年遅れて隣の県の高校に入ることができ、過去を忘れて自分の生活に没頭していました。もちろん髪は短く刈りました。しかし床屋で坊主を頼むとき、私は神主さんの話を思い出していました。今日来るか、明日来るかと思いながら、長い3年が過ぎました。その後、さらに浪人して、他県の大学に入ることができました。しかし、少し気を許して、盆に帰省したのがいけませんでした。もともと私はおじいちゃん子で、祖父はその年の正月に亡くなっていました。急のことだったのですが、せめて盆くらいは帰ってこんか、と電話で両親も言っていました。それがいけないことでした。駅の売店で新聞を買おうと寄ったのですが、中学時代の彼女が売り子でした。彼女は私を見るなり、ボロボロと泣き出して
タケルとレンがそれぞれ亡くなったことをまくし立てました。タケルは卒業後、下宿の自室に閉じこもって首をくくっていたそうです。部屋は雨戸とカーテンが閉められ、部屋中の扉という扉を封印し、さらに自分の髪の毛をその上から一本一本几帳面に貼り付けていたということでした。牢で自分の耳とまぶたに封をしようとした跡があったが、最後までそれをやらずに自害したという話でした。レンは17歳の夏に四国まで逃げたそうですが、松山の近郊の町でパンツ一枚でケタケタと笑いながら歩いているのが見つかったそうです。レンの後頭部は鳥がむしったように髪の毛が抜かれていました。レンのまぶたは閉じるのではなく、絶対に閉じないようにと自らナイフで切り取ろうとした、そんな跡があったそうです。この時ほど中学時代の人間関係を呪ったことはありませんでした。タケルとレンの末路なんて今の私にはどうでもいい話でした。つまりあれを覚えているのは私一人しか残っていないと気づかされてしまったんです。胸が強く締め付けられるような、そんな感覚で家に帰り着くと、家には誰もいませんでした。後で知ったことですが、私の地方は忌まわしといって、特に強い忌み事のあった家は、本家であっても初盆を奈良の寺で行うという風習があったのです。私は連れてこられたのでした。それから3日、私は9度以上の熱が続き、実家で寝込まなければなりませんでした。この時、私は死を覚悟しました。仏間に布団を敷き、なるだけ白い服を着て、水を飲みながら寝ていました。3日目の夜明けの晩、夢にアキラが立ちました。アキラは骨と皮の姿になり、黒ずんでいて白目でした。夢の内容はこうだった。お前、一人やな。うん。お前もこっちに来てくれよ。嫌だよ。水木がお前に会いたがってるぞ。いや、俺は会いたくない。お前が来ないと水木は毎日リンチに会う。逆さづりで口に靴下を詰めて蹴り上げられてよ。かわいそうだろ。嘘つけ。地獄がそんなに甘いわけないだろ。地獄か。地獄っちゅうのはな。と、そこで目を覚ましました。自分の息の音で、喉がヒーヒー音を立てていました。枕元を見ると、祖父の位牌にひびが入っていました。それから俺は、毎日あいつに取り憑かれないか怯えて生きている。この世を去るのも時間の問題かもしれない。